ブルプロ通信6を1回しか見てない人は、ぜひ本動画を見ていってください。掘り下げた内容がお役に立てると、見てよかったわーと思っていただけると信じています。よろしくお願いします。ブルプロの動画を投稿しているクレリーと申します。通信6の内容の中で、前回の動画では課金内容だけに絞ったものをご案内いたしましたが、今回は追加要素に絞った内容となっています。ブルプロ通信の新追加機能の発表。盛りだくさんでしたが、本当に全部浸透しましたか？見てはいたけど、ここちょっとよくわかってないなぁ、流しで見ちゃったなーって方はいませんか？お任せください。いい感じで掘り下げてきましたよ。特におすすめはプラグや染色、バーストの部分など細かく掘り下げております。まずは順番にご案内していきますね。最初は釣り。現時点では釣りのミニゲームができるよってことです。アステルリーズ内に釣りのスポットがあるので、ぜひ釣った魚の利用価値は今は売ることしかできませんが、今後のアップデートで他のコンテンツと連動した使い方ができるらしいです。魚といえばどうするかわかるよねって言っていましたので、本命は料理、対抗で鑑賞、大穴で養殖ってとこでしょうか。釣りの遊び方を掘り下げてみたいと思います。ヒットしたらやることは、竿を倒す、リールを巻く、この2つですね。リールを巻くと魚は近づいてくるが、テンションが上がっていく。左右に動く魚の位置に竿も左右に動かして位置を合わせるとテンションが下がる。またリールを巻いて引いていくってことを繰り返して釣るって感じです。お次は UA。UA ダッシュができるようになったのと、UA ジャンプで陸に上がれるようになりました。この高さはジャンプで上がるのは難しそうですね。どこでもというわけにはいかないものでしょうか。気になったのはここのマリーナという地名がついたところでしょうか。キャンプエリアができて、ここに火をつけられる。座ると HP が回復して、座るっていうのは椅子でもエモート座りでもどちらでも OK。冒険もね、決して急ぐことなく、リアルでコーヒーでも飲みながら、ゆっくりブルキャンしましょうってことですね。エネミーはここには来ないそうです。つまり、カイザーエルクは来ない。放浪の美食屋が追加。食撃を挑んでレシピを奪うなんてことにはできないですが、見かけたら服の色に沿ったバフがもらえるのでどんどん利用しましょう。お金も素材もいりません。毎日ただ飯。転送ポータルがゾーンに一つ設けられるようになりました。なので、新しい地域に着いたら、まずはポータルを開設しておきたいですね。座った状態でジェスチャーができるようになったと言っていたけど、CBT 時からできていたような気がする。種類が増えたってことでいいんでしょうか。何も見なかった。はい、次。ハッピーナッポ。どうせみんな、避けろって言うんでしょ？わかってますよ。フィールド探索の楽しみ方として生まれた生き物がナッポ。何体かいるので、ぜひコンプリートをしましょう。アチーブメントもあるよ。正式サービス時に1のネタバレになるので、ネットワークテストでは一部のエリアのみに実装されるそうです。S って見た目を変えられる要素で性別を変えることもでき、キャラクリそのものをやり直すと思ってもいいかもしれない。エステ専用の追加パーツっていうのがこれまた多くてですね、今後もアップデートで増えていくとのこと。髪型は初期より4種多くなっていますね。上の4種がエステ追加髪型。3つはこれとこれとこれかな。右のこれはセーラームーン髪かどうか怪しいな。違うかもか。全然関係ないですが、愛の戦士のイントロで4対4になるシーンってめっちゃかっこいいっすよね。ツートンの入れ方も種類が増え、さらにメッシュも可能となり、ツートンプラスメッシュで3色盛りもできそうな感じです。目の種類が2種類追加。まつげが倍の8種。瞳、目の中の模様ですね。もう倍で16種とめっちゃ多くなってる。歯の変更もでき、牙系や八重歯などもか。もじゃこに牙つけて野生児っていうのもありですね。ペイントの種類もめちゃめちゃ豊富です。チケット制ですが試着ができ、設定もセーブできます。確定して
反映するときにチケットを消費するので、チケットが手に入るまでセーブデータを残しておくことも可能。チケットには課金要素もありますよってことです。街中でマウント乗っている姿が見えたのは何気に初情報でした。同じく街中で犬やイーと戯れられる要素が追加。不正とかやってましたね。かなりの種類があるみたいです。染色やクエストを進めると解放できる様子。染色と調色が可能です。衣装、アンダーウェア、アクセも変更可能ですが、一部染められないものもあるとのことですので、アイコンで確認しましょう。やや明度、明るさですね、をちょっと上げている状態のカラーで、参考としてこんな感じになっています。印象が全然変わってきてますよね。色だけではなく、彩度、明度もいじれますので、色の幅自体はとんでもなくあります。赤の色を基本として、彩度と明度、この2つだけを変更した色の種類がこちら。眩しい赤もあれば、ダークな赤もあって様々です。色決めるだけで数時間消費しそうな感じですね。もう一つちゃんと説明。染色、調色ができるというけど、そもそも染色とは、調色とは、染色は色を変更することです。赤、青、黄色みたいな感じですね。調色は後半説明した彩度と明度を変更することを言います。染色するには色の染料が必要で、調色するなら調色剤が必要。同時に変更するなら両方必要だということです。染色剤は一部カラーは課金で手に入るけど、イベントなどでも配布する予定はあるってことです。ゲーム内プレイとしても一部入手も可能と言っていました。フォトモードの分身機能。チームやパーティーなど関係性のある人に限られるけれど、エモートをしてもらってフォトモードに入ると分身体を生成することができ、分身体にエモートをループさせたり一時停止させたりしてシャッターチャンスを操作できる。すっごい機能。自分を入れて11人まで操作が可能ということです。イメージ図にはなりますが、こういう撮影ができるってことでいいんでしょうかね。12人以上いる場合は普通に撮影しましょう。シアター機能。過去のデモシーンが見れるだけなら他の RPG でもあるですが、現在着ている衣装が過去のシーンに反映させて見ることができる面白シアター。こう真面目なシーンにね、服を着ないで参戦もできるってことです。プラグ装着。ここはしっかり説明したいですね。まず武器にはソケットという枠があり、そこにプラグっていう強化パーツを付けられるわけですね。プラグの情報の前に枠のソケットに関する武器クラフトの話をします。放送の内容をわかりやすく説明できるよう頑張ってみます。まず素材を集めて武器をクラフトするんですけれども、制作時に成功か大成功かで分かれます。ちなみに課金で大成功 1.3 倍チケットというものがあります。ですが、今の情報では成功大成功の確率は不明です。普通の成功の場合はソケットの数は1、特攻の効果もつきますが効果値は小で、どの特攻がつくかは確率で種類が分かれます。では大成功はどうなのか。大成功の場合はソケットが2つつくのは確定。紹介された武器ではソケットが3つつく確率が 25%、4つつく確率が 8% です。ソケット確率が武器ごとに異なるのか、この数字が固定なのかは現在も不明です。特攻の効果値も大きくなりますが、どの特攻がつくかはこれも確率です。ここまでは良いでしょうか。ではこれらのソケットにプラグを装着するとどうなるか。装着時に効果値が星1から星5の幅で変動します。変動の確率はこれも現在としては情報がありません。効果は特定のステータスや特定のスキルが向上するものもあるということです。相当沼りそうな世界ですね。こだわったら大変そう。ちなみにプラグの付け替えに課金要素はあるようです。疑問に思ったのが、すでにソケットにプラグが埋まった後はどうなるのでしょうか。その後新しいプラグを上書きできるのか、それとも
一から別な武器をクラフトし直す必要があるのか、こちらは情報待ちですね。ここでいつもの私しかコーナー。隅っこからプラグの中身画像を拾いました。勇猛 G1 単プラグ。単ということは服もあって、この2行分効果があるプラグもあるってことですかね。で、このプラグはなんと星5で攻撃力が15アップするということです。15という数字が大きいかどうか。前回の通信の画像でレベル10で攻撃力が136。なんともわかりません。全部ね、もうネットワークテストで見てみましょう。受かれば、プラグはミッション、イベント、アドベンチャーボードの報酬でもあるらしいです。チーム、ゲームを一定まで進めると設立ができます。序盤の方らしいです。加入して入るのはいつでも OK。所属できるチームは一つのみ。上の方に気になるのが、チームカードや活動ログというものもあります。専用のチームチャットがあり、コミュニケーションツールとして使えるようです。そして、チームにはランクが存在します。メンバーがエネミーを倒すことや採取クラフトの行動でチームの経験値がたまり、ランクが上がっていく。ランクが上がれば所属できる人数が増える。見た感じ、ランク6の45人の下にもまだありそうですね。50人規模まで行くのでしょうか。リーダーによる権限上と除名やリーダー長期未ログインで自動権限以上といったシステムは搭載されているってことですね。またメンバーがリーダーのみにならないと解散できない、急に爆破できないってことですね。私自身の現状の考えとして、正式版では私がチームを作ることはないと思いますし、大変なのでどこかには入りたいとは思います。ただネットワークテストはチームという情報環境を調べたいので、そういった目的で作るかもしれません。正式始まったらどこかね、チーム加入したいんですけれども、配信系の人にもね、寛容なとこがいいですね。みんなでね、今日出かけようぜってなってる空気の時にでも、ちょっと自分今日ここ撮影したいんだよねってなってる日もあったとして、空気読めない人かも出てくるかもしれないので、寛容なとこがあれば、ぜひ入ってみたいとは思います。属性バースト。ここもわかりやすくしていきましょうか。エネミーはもちろん、プレイヤー側にも影響がある話ですが、今回はエネミー側に絞ってお話をします。まず、属性ダメージを与えると、エネミーに属性ゲージが溜まっていき、区切られた短いゲージ1本が溜まったら、属性やられレベル1の状態になり、次の長めの2本目が溜まったら、属性やられレベル2の状態になります。属性ごとの属性やられ効果はこんな感じ。で、ゲージが3本目に行ったら、属性バーストになります。属性バーストになると、小ダメージが入って、氷や土の属性なら凍ったりしてエネミーが一時停止し、他の属性ならダウンをするということです。そしてこの後バースト状態になったら青いゲージに変わり、攻撃をしダメージをバンバン与え続けると青いゲージが伸びていきます。この伸びたレベルがどこまで伸びたかで最終的なバーストフィニッシュの効果がアップします。そしてバーストフィニッシュの効果はこうだよってことですね。属性やられが強いかバーストフィニッシュが強いかで戦い方が変わりそうです。炎のレベル5のバーストフィニッシュはやべえことになっているかもしれない。バースト状態になったらね、青ゲージを伸ばすためにもうみんなで殴れになるのもいいよって言ってましたね。報酬プラス。前回の課金動画の際にちょっとだけニュアンスが違うかなと思ったので、もう一回おさらいして説明します。まずミッションなどで経験値やルーの素材などの見える報酬が増える報酬プラスというものが使えます。この報酬プラスというものは1日1回3個もらうことができます。そして最大で10個まで所持ができます。使える報酬プラスがなくなっても課金して追加で報酬プラスを入手できますが、強力だということで購入回数に制限がかかっているとのこと。制限というのが何個までなのか、制限は
1日っていう単位を指すのかなどは明言されてはいませんでした。今すぐパーティー。自分の今すぐパーティー設定をオンにすると、周りに同じようにオンにしてる人と自動的にパーティーをピコーンと組んでくれる機能です。どこで使うねんと思う方もいるかもしれませんが、すっごいんですよこれ。参考映像です。CBT の映像で、夕凪の段丘っていう場所で、ネームドエネミー、レアエネミーをポップさせるべく、雑魚狩りをして過ごしている映像なんですけれども、これ、周りの人々もおそらく同じ目的なんですよね。個々で各々雑魚狩りしていますが、同じ目的ですよね。組みますかって、声かけるのも恥ずかしいですよね。相手も動いてるし、二人組かもだし、もう帰るかもしれない。でも、今すぐ PT オンで自動で組めるなら、同じ気持ちなので気持ちも楽ですし、何より同じパーティーだとドロップ品も共有ができるし、アドベンチャーボードの討伐数も一緒に増えるし、これがクエストで何体倒せっていう数があるものなら、討伐数も共有できるし、メリットしかないと思います。フィールドではガンガン使いたい機能ですね。もちろん街中でも使用可能です。ネームドが湧いたら一時的な仲間とはいえ喜びが共有できるのも一人だけの時よりちょっと嬉しいですよね。個人的には超神機能です。連綿の塔。1階層ごとにお題をクリアして登っていく新発表のコンテンツです。初回報酬は豊富ですが、通常報酬が経験値とルーののみ。でも、経験値多いですね。最初の塔だと言われていましたが、通常報酬の経験値でも万超えです。実機プレイもありましたが、割かし難易度はあるんでしょうかね。制限時間20分で20回。エネミーがいない階層もあるとはいえ、最初は余裕なさそうな感じですかね。お題は全エネミーの殲滅から特定エネミーを倒すやギミック系とかもあるそうです。気がついたのが、エネミー名が表示されてるとはいえ、特定のエネミーを倒すのエネミーがどれか分かりにくいところでしょうか。F グレーターゴブリンを2体倒せがお題で、フロア内に F グレーターゴブリンと F エルダーゴブリンがいたんですよ。見た目も似てるし、基本的に群れなので、慣れないと分かりにくいかもです。お題も右上に小さく書いてはありますが、最初の3秒を見逃すと、あれ何ゴブリン倒すんだっけってなるかもしれません。初回報酬が豪華っぽいので、登頂時の達成感はありそうですよね。時間が残り数秒でクリアってなったらテンション爆上がりでしょうね。想像してください。最後の階層で強敵がいて、残り1分で時間がない。ここで全員で属性バースト。時間がない、殴れ殴れってなって、残り時間3、2、1のとこでバーストフィニッシュでクリアってなったら、いいと思いませんかと、こんな感じで新要素の紹介がありました。通信を10回以上見直した私が率直な感想を述べますと、恐ろしいと思いました。一つ一つは楽しそうですし、ぜひ触れてみたいとも思います。が、釣りやエステ、チームや塔や他の内容もまだアップデートで進化の可能性を秘めているものばかりであり、これでもまだブルプロのステージ1なんだって考えると、もうね、恐ろしくて楽しみでしかないです。まだ世にちゃんと出てない情報を考えると、新エリアの細かい詳細や CBT 以降のストーリーとかが気になっています。次の公式配信はネットワークテスト後と言っていたので、界隈がざわつくのは応募抽選の結果の内容でしょうか。それもね、楽しみにしていきましょう。それではまた。